皆さんこんばんは、親かなです。久しぶりだね、この感じ。最近ずっと Vlog が続いていたので、こうやってカメラに向かって喋るビデオ、すっごい久しぶりだから、若干緊張してるんですけど、Vlog 中にもカメラに向かってこうやって喋ってることあったんだが、動いたりだとか、どっか行ったりだとかしてたので、なんかこう対面でみんなとお話ししてる感じがして、トークショーの時のような感じで若干緊張してます。で、ブタクサの季節になりましたので、鼻がちょっとズルズルしておりますが、さっきまで鼻すごい赤かったんだけど大丈夫かなご了承ください。ということで今日はサムネにも書いた通りおすすめのファンデーションを紹介していきます。で、ファンデーションに関しては私はすごくうるさいというか、好きなものがはっきりしていて、で大事にしてるのはフレッシュ感、ツヤ感、あとはカバー力、程よいカバー力ね、とあとは色味。私は結構肌のトーンが黄身がちょっと強いので、こう白っぽすぎたりとかピンクすぎたりとかするものがやっぱり多くて肌に合わないことが多いんですけど、それがこうちゃんと肌に合ってる感じがするっていうのと、あとは時間が経っても浮いてこない、乾燥しない、浮いてこないっていうのをすごい大事にしています。なので結構こだわりポイントが多いから、好きなファンデーション、これ超いいって思えるファンデーションに出会えることがなかなかないんですけど、今年はそう思うファンデーションがすごく多かった年なので、今日はそれらを紹介してまいります。まずは下地からいきたいと思います。で、この YouTube を長く見てくれてる人は知ってると思うんだけど、私はもともと下地が好きじゃなくて、プライマーというものをほとんど塗らずに生きてきた女なんだけど、最近やっぱり下地ってすごいんだ、いい下地もあるんだっていうことを今更ながら気づいたので、最近は好きな下地が見つかってきました。で、その中でも特に好きなのがこのヒンスの下地です。で、これ何がすごい好きかっていうと、まず肌が乾燥しない、すごい乾燥する下地が多いなっていうのを感じてて、これは全然そんなことないので好きなのと、乳液みたいな、美容液みたいなテクスチャーでスルスルって伸びて保湿してくれながら肌を整えてくれるので、すごくつけ心地もいいし、仕上がりもこのなんていうの、うるるんぷるるんみたいな肌にしてくれます。ここからファンデーションを移っていきたいと思うんですけど、韓国コスメつながりということでこちらからいきます。ファミュのクッションファンデ、これめっちゃ良かった。最近違う色も出て自分のスキントーンに合うものが見つかりやすくなったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこうみずみずしさの優位な肌を作ってくれつつ、重たくないのにカバー力もあって、そんなフルカバーではないけど安心感のある補正力のあるカバー力があるので、すごく好み。あとやっぱクッションファンで楽なので、これトトトントトントトンってしてもう外に出れるからすごく好きでした。次もクッションファンデです。こちらナーズのクッションファンデでございます。これめっちゃ感動して、もう Vlog 内でも紹介してるクッションファンデなんですけど、これは多分限定のパッケージで、普通のやつも今もちろん出てるんだけど、私がこれに出会ったのはこのパッケージの時で、すごい感動したの。やっぱりナーズのファンデーション好きなんですよね、私が。このファンデーションは程よいツヤ感、テッカテカのドゥルドゥルみたいな感じじゃなくて、フレッシュな健康的な肌にしてくれて、さっきのファミよりはこっちの方がカバー力があります。で、ファミの方がこうちょっとフレッシュ感が、ツヤ感が強いので、お昼向きかなと思ってて、こっちは夜とかのお出かけにも、例えばちょっとお酒飲んだりする時とかのお出かけにも対応できるようなカバー力なんじゃないかなと思う。で、やっぱクッションファンデなんてめっちゃ楽だし、乾燥してこない。このクッションファンデでツヤ肌作りのものが多いんだが、でもその中でもやっぱちょっとずつ乾燥してくるメンバーがいるの。でもこれはそんなことないからそういうところも好きだし、あとはナーズのファンデーションの色味が私の肌の色味ととっても相性がよくって、
ピンクっぽい白さとか白すぎるなんか白浮きしちゃう白さとかがないので、こう黄身が強い肌のトーンの人とかにはすごく相性がいいんじゃないかなと思います。次もクッションファンデです。今回クッションファンデが多いんだけど、今年はめちゃ優秀なクッションファンデに出会う機会がすごい多かったということで、こちら入れさせていただきました。はい。バイユアで合ってるかな、バイユアだったと思うんだけどのクッションファンデです。でこれ名前がねフルカバーグロークッションっていう名前なんだけど、もう名前の通りもうすごいカバー力があってツヤ感が出ます。今回紹介しているクッションファンデの中では一番カバー力があります。なんなら私これ初めて使った時にクッションファンデでこんなにカバーする子いるんだっていうぐらいちょっと驚きのカバー力です。でもこのグロークッションって書いてある通りツヤ感もしっかり出てフレッシュ感もあるし、ちょっとお肌のお悩みが多い人とか、あとはこう夜出かける時にお酒飲むと私結構赤くなっちゃうっていう人とかは安心して使えるカバー力じゃないかなと思う。あとね、長くつけててもこうなんか動き回るちゃうような感じもなかったです。割とフィッシャキッみたいな感じのフィット力と動かなさがありました。クッションファンデはさちょっとよれやすいものとかが多いと思うんですけど、これはそんなことないです。続きましてがこちら、またNARSのリキッドのファンデーションです。もう使用感があるんだけど、これもめっちゃいいよ。これすごい Vlog でも紹介したんですけど感動しすぎて、この軽さ、このツヤ感、このフレッシュさ、この程よいカバー力、最高。本当に好き、このファンデーション。どうやって作ってるんだろうね。すごい好きなんだよな、これ。スキンケアっぽい感じのテクスチャーで、もしかしてちょっと緩すぎるかも、なんか長持ちしないかもって一瞬心配するんだけど、でもブラシで塗っていくと、フィッてフィットして、ツヤンっていう感じの肌にしてくれるの。なんかこのファンデーションが作ってくれる肌がめちゃくちゃ好みです。今回クッションファンデ3つ紹介してるんだけど、クッションファンデってめっちゃ楽で好きなんですよ、私。こうちょっとお出かけとか、ちょっとミーティングとか、ブラシで塗ったりするのとかめんどくさいけど、すごいパパッとやって綺麗に仕上がってくれるから好きっていう部分が大きいんだけど、一番好きなのはやっぱりリキッドファンデーションで、このリキッドファンデーションをこう肌にブラシで丁寧に塗っていく作業とかも個人的にはすごく好きで、やっぱりクッションファンデでは出せないこう仕上がりをリキッド出してくれると思ってて、その中でもこのNARSのファンデーションはめっちゃ良かったって Vlog で紹介した時に、わかる、それめっちゃいいよねっていうコメントが結構来てたのも印象的で、やっぱ巷でも人気のファンデーションなんだなって思います。続きましてがこちら、ゲランのリキッドファンデーションです。でこれインスタ見てくれてる人はこれの PR 投稿をしてたのを見てたかと思うんですけど、お仕事いただいたのはインスタの方で、こっちの YouTube は本当全く何も関係なくガチでこれがめちゃくちゃ気に入ったので紹介してるんですけど、インスタの時に初めて使わせてもらってめちゃ感動したの。最近はもっぱらこのファンデーションを使ってます。何がいいって全部いいんだけどツヤ感がすごくエレガントで程よくって、このフレッシュさ、この軽さを持ちながらここまでカバー力があるんだっていうのと、あとはフィット感。なんかね、こっちのNARSのファンデーションはもっとスルスルンスルスルンと伸びていってくれるんですけど、こっちはなんかこう膜を張るような感じになっていくというか、手早く伸ばした方が、ブラシでこう塗ってった方が綺麗に仕上がってくれるんですけど、すごいねピタッとしてもうシャキンって感じ。もう全然擬音すぎて分かんないかもしれないんだけどめちゃ綺麗なんですよ本当に。
で、私が一番感動したのは、ずっと塗ってて、これを昼間塗って夜になると、私ファンデーションってなんかこうモヤモヤっと浮いてきちゃうことが結構あるタイプで、特にこの毛穴、鼻の周りとかこの辺とかがなんかこうぐにょぐにょってなったりとか、この目尻のところがもうなんかずっとファンデーション塗ってましたねって感じの仕上がりになっちゃうことが多いの。私は途中であんまりメイク直しをしないので、そのままほっとくとどんどんそういう風になっていくんですけど、これはそうならなかったの。ずっと綺麗だったの。もう直さなくても、時間が何時間経ってもすごい綺麗だったの。で、なんでこれがこんなに綺麗なまま長く続いてるんだろうってのを知りたくて、すごいリサーチをして、多分これが理由だっていうのは、これね 85% ぐらいスキンケア成分でできてるんだって。だからそれだと思って、肌が乾燥しないのとこう油が肌から出てこないので、多分これだけ長く肌に綺麗にとどまってくれてるんだろうなっていうふうに思ったんだけど、とにかくめっちゃ綺麗。試したことが、新しいファンデなので試したことない人多いかもしれないんですけど、本当にみんなに試してもらいたい。で、これはマットとグローがあるんだけど、私はグローの方が好きで、さっき言ってたなんでこれこんなに綺麗になってるんだろうってリサーチしてる時に気づいたのが、ゲランの役割が多分クリエイティブディレクターとかだったと思うんだけど、バイオレットっていうフランスのすごい有名なビューティーインフルエンサーの人が入ってたので、彼女すごくおしゃれでセンスもよくて、でビューティーのこと、美容のことすごい詳しいし、彼女が発信してるコンテンツもすごく面白いので、私昔からずっとフォローしていて、で彼女が入ったってことは、これからゲランもっともっとすごいことになっていくんじゃないかなっていうのを私は思っていて、でどんどん多分おしゃれになっていくし、フォーミュラーとかも良くなっていくんじゃないかな、彼女が入ってるんだったらっていうのをすごく感じたので、これからのゲラン私的にはすごく楽しみです。で、ここからブラシを紹介していきたいと思います。さっき紹介したリキッドファンデーションはやっぱり指で塗るよりもスポンジで塗るよりもブラシが一番綺麗だと思うの、私は仕上がりが。なんでかっていうと、やっぱ指で塗るのもいいんだけど、めんどくさい時とかね。でもやっぱムラとかがこう厚みの差とかが出ちゃうしね、やっぱりこうフィット感とかはブラシとかの方が出やすいし、スポンジもいいんだけど、やっぱビューティーブレンダーとかが流行って海外とかスポンジ使ってる人たくさんいるんですが、スポンジだとやっぱりこう無駄になるファンデーションがちょっと多いなって私は感じていて、でプロの人とかはスポンジで最初から塗る人ちょっと少ないと思うのね、私の経験上。みんなやっぱブラシで塗っていって、で最後にこうちょっと調整するのにスポンジ使ってる人が多い気がします。でやっぱね、両方使うのめんどくさいし、ブラシだけですごい綺麗になるから、私はブラシ派でその中でも一番気に入っているスタメンたちを今日は紹介してまいります。まずは、こちらディオールのブラシです。こんな感じのファンデーションブラシなんですけど、これみんなに見せようと思って今日洗ったからまだちょっと濡れてんだけど、これはねすごいこうくる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 って塗っていって、本当にファンデを密着させてくれる感じで、一番こうセカンドスキンのような塗ってない感じの肌に仕上げてくれるファンデーションブラシかなと思ってます。この転がしていく、こうくるくるくるってしていくから、みんなすごくメイクにちょっと苦手意識がある人とか、ブラシまだ使ったことないなっていう人とかにもすごく使いやすいブラシだと思います。次がこちらランコムのファンデーションブラシです。じゃあはい、ピンと合いましたこっちの方がね、ディオールよりももっと硬いソリッドな感じのブラシなんですけど、こっちの方がしっかりファンデーションを重ねていってくれる感じで、
こっちがこうくるくるナチュラルするタイプで昼間向けなんだったら、こっちはもっとしっかりファンデーションを塗って安心感のある夜向きのタイプのファンデーションブラシです。こう肌にトラブルがある時とか、気になっちゃうなって時とか、あとはこういう YouTube 撮る時とか、こうしっかり肌をきれいに均一にきれいにしたいっていう時は、このファンデーションブラシを使っております。使い方はさっきのディオールはこういうくる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 って感じなんだけど、これはこういう風にこういう感じで塗っていくタイプです。続きましてがこちら、はい、ジバンシーイヤのファンデーションブラシです。これちょっと朝使ったんで、ここちょっと使用感があるんですが、これはディオールとランコムのアイノコっていう感じのブラシです。なんでこうちょっと硬いんだけど、ご覧の通りこうちょっとふわふわ感もあるので、ナチュラルに薄付きにしながらもちゃんとカバーしていってくれるような感じのブラシです。なのでもう言ってしまえばこれとこれのいいとこ取りしたみたいな感じなんですけど、まあファンデーションの仕上がりは好みがあると思うので、自分の好みに合わせてブラシを選ぶのがいいと思うんだけど、もう1本だけで済ませたいとか、あとはそんなになんかメイク得意じゃないけどファンデーションは綺麗に塗りたいとか、ファンデーションブラシ1本目とかだったら、このジバンシーのファンデーションブラシが私はすごくおすすめでございます。使い方としては本当ランコムの筆と同じ感じでこういう風に塗っていくんですけど、ランコムの筆がもっとソリッドで硬くって、ほんとペイントする絵の具をこう乗せていくような感じの塗り方、仕上げ方なんだけど、これはこのふわふわのふわふわしてる、こうすごい気持ちいいんだけど、ここの部分があるので同じ塗り方していってもこうね、もっと薄付きな感じに仕上がってくれる。この筆が余分なのせすぎなファンデーションを引っ張っていってくれて、こうそれがこう均一に広がっていってくれるような感じになるので、本当に綺麗にファンデーション塗れるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は以上となります。久しぶりにね、このおすすめコスメトークをバーッとして、でやっぱり思ったのが、私コスメ好きなんだなっていうのと、あとこう頻繁にやってた時の方がもっと自分がこう思ったこととか感動したこととかをスムーズにスマートにダイレクトに伝えられてたような気がして、なんか本当にいいと思ってるんだけど、本当にいいと思ってるとこちゃんと伝えられてるかなっていうちょっともどかしさとかを今回感じたので、やっぱ自分の好きなことだからもっとコンスタンスにみんなに好きなコスメについて語りたいなっていう風に思ったので、また近々コスメのビデオをやりたいと思います。なのでこの辺のアイテム紹介してほしいとかっていうのがあったら、ぜひコメントにリクエストをください。そしていつも通り紹介したものはキャプションのところにリンク貼ってあるので、気になるものがある人はそちらをチェックしてください。それでは次のビデオまで。またねー。喋ったー。